ご注文伺います。こちらのセット、お飲み物もお選びいただきます。いかがなさいますか？かしこまりました。お飲み物はいつお出ししましょうか？それではご注文を確認いたします。以上でよろしいでしょうか？ハロー、こんにちは、大家好。なるです。今回は日本のレストラン、ご飯屋さんで注文するときによく聞く店員さんの日本語を解説します。久しぶりに日本語教師らしく日本語を教える動画を撮ります。大変お待たせしました。最近いろんなところに遊びに行っていたので Vlog ばかり上げていました。すみません。今回の動画は皆さん、私と一緒に日本語の練習を頑張りましょう。今日紹介するのは高級レストランの注文の様子ではなく、カフェでのランチや定食屋さんでよく聞く日本語です。皆さんも日本にいる自分を想像してこの動画を聞いてください。それではスタート。もしこの動画が早い遅いと感じる人は YouTube の設定から速度を変更することができます。調整して聞いてください。最初に字幕なしで実際のスピードで店員さんのセリフを言ってみます。皆さんは聞いて意味がわかるか確認してください。聞いてわかった人はそれに答えてみてください。はい、ご注文伺います。もう一度字幕ありでゆっくり言ってみます。はい、ご注文伺います。わかりましたか？ここから解説します。はい、これは大丈夫ですね。中国語の好、是と同じ意味です。注文は中国語の点餐と同じ意味です。この間の解説動画でも言いましたが、日本語は丁寧に言いたいとき、名詞の前におやごがつきます。ご注文、ご注文、ご注文、ご注文。伺います。これは簡単な日本語にすると、聞きます、行きますと同じような意味です。これは敬語の中でも謙譲語と言われる言葉です。はい、ご注文伺います。この文を簡単な日本語に言い換えると、はい、注文を聞きます。こうなります。中国語だと、好、我帮您点餐。これと同じような意味になると思います。さっきのセリフを言われたら、自分が注文したいものを店員さんに伝えましょう。例えば、これお願いします。このランチセット A お願いします。こんな風に伝えてください。こちらのセット、お飲み物もお選びいただけます。いかがなさいますか？字幕ありでもう一回ゆっくり言ってみます。こちらのセット、お飲み物もお選びいただけます。いかがなさいますか？わかりましたか？解説します。こちらのセット、中国語の这个套餐という意味です。こちら、这个、セット、套餐、飲み物は中国語の飲料ですね。飲み物、これも名詞で丁寧に言いたいので前におがついています。お飲み物、お飲み物、お飲み物。皆さん言えますか？お飲み物、お飲み物、お飲み物。ちょっと早口言葉みたいですね。お選びいただけます。簡単な日本語にすると選ぶことができますと同じような意味です。中国語の您可以選という意味です。これは尊敬の表現です。お、動詞、ます形、ますを消していただけます。お客様に対して何々できますよと言いたいときにこの文法を使います。お選びいただけますの他にお使いいただけます。これもよく聞く表現かなと思います。ここまで解説した文をちょっと早めのスピードで言ってみます。こちらのセット、お飲み物もお選びいただけます。この文では飲み物、選びが聞き取れればなんとなく推測できると思います。ちょっと話が変わるんですが、よく学生さんやフォロワーさんから日本人の話すスピードが速いと言われますが、他の言語でも同じだと思います。英語ネイティブの人が
I want to と言いますか？ I wanna と言いますね。台湾の人、这样を何と言いますか？じゃんと言いますね。日本人、日本語もそうです。単語一つ一つはっきりは言いません。よく聞くセリフは単語一つ一つ聞き取ろうとするんじゃなくて、全体の文やリズムで覚えてください。はい、本題に戻ります。まだ解説していないセリフがありましたね。いかがなさいますか？簡単な日本語にするとどうしますか？と同じ意味です。この場合は何にしますか？何を選びますか？という意味ですね。中国語の你想要什么？你要选什么？と同じ意味になります。早めのスピードで言ってみます。いかがなさいますか？前の動画から言っていますが、早めのスピードで言うと、文の一番最初の発音が聞き取りづらくなりますね。いかがなさいますか？答え方です。どこに飲み物のメニューがあるかわからないときはこう聞いてください。飲み物のメニューはどこですか？飲み物を選んだらこう答えてください。例えば、コーラお願いします。アイスのミルクティーお願いします。完璧ですか？かしこまりました。お飲み物はいつお出ししましょうか？字幕ありでもう一回ゆっくり言ってみます。かしこまりました。お飲み物はいつお出ししましょうか？かしこまりましたは皆さんきっと何回も聞いたことあるんじゃないでしょうか。わかりましたと同じ意味ですね。中国語の好的、明白了、知道了と同じような意味です。いつお出ししましょうかは簡単な日本語にするといつ出しましょうかと言い換えることができます。中国語の上菜、上飲料は日本語で料理を出します。飲み物を出しますということが多いです。を動詞ます系、ますを消してしましょうか？これも敬語表現の一つです。基本的には中国語の要不要帮你做と同じ意味です。お取りしましょうか？お持ちしましょうか？こんな風に使う敬語の表現です。ですから、お飲み物いつお出ししましょうか？は、請問、飲料什么時候上呢？と同じような意味になります。答え方です。基本的に3パターンあります。1つ目、先にお願いします。2つ目、食事と一緒にお願いします。3つ目、食後にお願いします。大丈夫ですか？以上でよろしいでしょうか？字幕ありでもう一回ゆっくり言ってみます。以上でよろしいでしょうか？わかりましたか？解説します。以上で簡単な日本語にするとこれでよろしいでしょうか？これも簡単な日本語にするといいですか？と同じような意味になります。ですから全体の文を簡単な日本語に言い換えるとこれでいいですか？という意味です。中国語の这样可以吗？という意味ですね。この他に注文ありませんか？と確認したいときに使います。実際のスピード、早めのスピードで言ってみます。以上でよろしいでしょうか？以上でよろしいでしょうか？この文では以上、上、上、よろしいでしょうか？よろし。この上、よろし。この部分が聞き取れれば、まあ OK だと思います。答え方です。他に注文がないときは、はい、以上でお願いします。他に注文があるときは、これもお願いします。こんな風に答えてください。それではご注文を確認いたします。A セットを1つ、B セットを1つ、お間違いございませんでしょうか？
字幕ありでもう一回ゆっくり言ってみます。それではご注文を確認いたします。A セットを1つ、B セットを1つ、お間違いございませんでしょうか？解説します。それではご注文を確認いたします。これは皆さんもうわかりますかね？それでは注文確認しますと言い換えることができます。前の動画でも紹介しました。いたしますはしますと同じ意味でしたよね。中国語の我确认您的订单と同じような意味です。その後、店員さんがお客さんが注文したものを繰り返し確認します。そして最後にお間違いございませんでしょうか？簡単な日本語の間違いありませんか？と同じ意味です。中国語だと没有错吗？と同じような意味になります。ございますはありますの丁寧な言い方です。間違いありませんか？間違いございませんか？これがもっともっと丁寧な言い方になって、お間違いございませんでしょうか？こんな風に言います。早めのスピードで言ってみます。それではご注文を確認いたします。お間違いございませんでしょうか？この文では確認とお間違いございませんでしょうか？ここが聞き取れれば反応できると思います。答え方です。大丈夫だったら、はい、大丈夫です。はい、お願いします。もし間違いがあったら、すみません、B セットじゃなくて C セットです。こんな風に訂正してください。それでは最後に字幕なしで練習してみましょう。準備 OK ですか？はい、ご注文伺います。こちらのセット、お飲み物もお選びいただけます。いかがなさいますか？かしこまりました。お飲み物はいつお出ししましょうか？それではご注文を確認いたします。以上でよろしいでしょうか？はい、皆さん練習できましたか？最近日本旅行に行った時に使ったよとか、役に立ったよとか、そういうコメントをよくもらいます。すごく嬉しいです。ぜひたくさん練習して楽しい日本旅行にしてください。この動画が役に立ったよと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も忘れずにお願いします。リクエストがある人はぜひコメント欄で教えてください。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあねー。